はい、皆さんこんにちは。今日はですね、アフィニティデザイナーの使い方をやっていきます。アフィニティデザイナーの動画を出すのは今日で3回目になります。で、過去2回も結構使い方とか紹介してたんですけど、もっとアフィニティデザイナー知りたいっていう人がたくさんいたので、これからね、ちょっとずつこのアフィニティデザイナーも挟んでいきたいと思います。で、このアプリがどういうものかっていうと、ベクターのイラストもラスターのイラストもどっちも描けるっていう結構ね、上級者向けのアプリになります。なんですけど、今日は、初心者の方でも簡単に描けるような、ちょっとこういうね、雲の、アイコンチックなイラストを描いていこうと思ってるんですけど、本当に簡単にできるので、ぜひね、試してみてください。で、アプリの値段は、ちなみに1900円ですね。で、これは買い切りなので、もし興味ある人は買ってみてください。じゃあ始めていきます。アフィニティデザイナー開いて、一番最初はですね、右上のプラスボタンから、新規ドキュメントで、キャンバスを開いていきます。で、今回は、キャンバスのサイズ何でもいいので、この一番上はデバイスを選択して、2個目は iPad のサイズとかを選べるので、ここで私11インチの iPad なので、iPad 11レティーナを選びます。で、OK ボタンを押します。で、キャンバス開くと、アフィニティデザイナーはですね、左右にすごいたくさんのですね、ツールが出てくるんですけど、左はツールパネル、右はプロパティパネルと言います。で、上にですね、こんな風なボタンがあるんですけど、一番左がベクトルモードのサインです。で、真ん中がピクセルモードです。で、一番右が書き出しです。で、ベクトルモードが何かっていうと、イラストレーターモードです。ベクトルモードイコールイラストレーターだと思ってください。パスとかベジュ曲線とかを書きたいときは、このベクトルモードを選択した状態で書いていきます。で、真ん中のピクセルモードっていうのは、フォトショップモードです。フォトショップみたいに画像合成したいとか、写真の色調をしたいっていうときは、このピクセルモードっていうのを選んだ状態で、選択した状態で、エディットしていきます。で、アフィニティデザイナーはこの2つがちゃんと分かってないと、全然使いこなせないので、ここをね、ちょっとしっかり覚えておいてほしいんですけど、それはね、ゆくゆく、私がちゃんと教えるので、皆さんついてきてほしいなと思ってるんですけど、今回は、この、ベクトルモード、イラストレーターモードだけを使って、お絵描きしていくっていう形になります。で、まずはじめにやってほしいことなんですけど、右側のレイヤーパネルのところから、ここプラスボタンを押します。で、プラスボタンを押して一番上のベクトルレイヤーを選んでください。ベクトルモードで書くので、ベクトルレイヤーを選びます。ごめんなさい。で、レイヤーを追加したら、左側のツールバーに移ってもらって、下から3番目に長方形、四角形の形のものがあるので、これ長方形ツールです。これを選択して、一回ちょっとキャンバスに書いてみますね。こんな感じで、長方形が書けます。で、2本指でタッチで戻るの、サインですね。で、長方形のところをタッチすると、こうやって、形がいっぱい出てくるので、この中から楕円を選びます。で、楕円を描いていくんですけど、普通にこうやって画面をドラッグしてあげると、円が現れます。で、何もしてない状態だとフリーの円ですね。形が自由に選べる円が描けるんですけど、もし正円を描きたいときは画面のどっかをタッチしながらこうやってドラッグしてあげると、正円の状態で、円が描けます。で、次ですね、この楕円を複製していきます。複製するときは選択ツールに切り替えて、楕円を選択して、2本指を画面とかタッチしながらドラッグしてあげる。そうすると全く同じ、オブジェクトが複製されます。もう一回いきますね。オブジェクトを選択して画面を2本指タッチ、それでドラッグです。そしたら複製ですね。で、こんな感じで、この楕円を左右にもう2つ追加してあげて、このクラウドのアイコンみたいなね、形の大体の形取りをしてあげます。で、ちょっと重なりがわかりやすいように色を変えます。色を変えるときは右上のこのカラーボタンのところを押して、スライドさせてあげると色が変わります。
で、次なんですけど、この雲のアイコンのベースラインですね。下のベースライン自体はフラットじゃないですか。なので、このフラットのところを作っていくんですけど、その時はツールパネルの長方形を取ってもらって、長方形をここの下のところに作ってあげます。で、こんな感じで図形をですね、重ねてクラウドのこのベースの形を作ってあげて、こっから結合します。で、結合するときは、左の一番上、選択ツールを取った状態で、全選択するんですけど、全選択は、Apple Pencil をこうドラッグして、こう範囲を作ってあげると、その範囲の中に含まれてるやつ全部が選択されます。で、この状態で左上、この点々点のところを行ってください。そしたらね、いろいろ項目出てくるので、その中から追加っていうこのプラスのね、ボタンがあるんですけど、これを押します。で、これが結合の、ツールですね。そしたら、今重なってるものが全部ガッチャンコされます。で、結合したんですけど、ちょっとね、形がね、いびつというか、あんまり可愛らしい雲じゃないから、一回ちょっと戻って、このね、丸をちょっと離してあげる。離してあげて、と同時に、下の長方形のね、ベースラインのところの形も、合わせてあげてください。で、こんな感じで雲のアイコンが完成になります。本当慣れたら一瞬でできるので、いっぱい練習してみてください。で、色を変えるときなんですけど、さっき言ったように、右上のカラーボタンのところから色が変えれます。で、そのカラーボタンの下、これが、ストロークの項目になります。ここにスライダーがあるので、こうやってスライドさせてあげると、この縁のラインの太さとか色とかを変えることができます。で、ここ点々点もありますね。点線ね。点線にすることもできるし、その右側、ここブラシがあります。ブラシっていうのは、この、ストロークをブラシでなぞってあげることができるんですね。で、例えば、ここの状態でブラシパネルの中から、ちょっと変わったブラシとかを、選択してあげると、その縁が、このブラシで覆われます。こんな感じ。これね、結構使えますね。で、今このブラシ項目の中に入っているブラシっていうのは全部ベクターのブラシなので、後でパス化してパスをいじったりっていうこともできます。で、今これね、ベクターのブラシなんですけど、これピクセルモードにしてもらって、またブラシの中を見ると、ブラシが全部変わってるんですよ。なので、ベクトルモードで使えるブラシとピクセルモードで使えるブラシはまたちょっと違ってくるんですね。まあね、ちょっと最初ややこしいんですけど、これ慣れてくると結構面白くなってくるので、今回はこのベクトルのね、ブラシをいろいろ皆さん研究してもらえればいいと思います。で、最後ですね、グラデーションの塗りつぶしもちょっと紹介しておきます。左側のツールバーのところにグラデーションツールっていうのがあるんですよ。これかな？で、この状態で画面をスライドさせてあげると、グラデーションが現れます。で、このグラデーションの長さですね、線の長さを長くしてあげると、グラデーションの幅がぐわーっと長く、だんだん緩やかにグラデーションになっていくし、短くしてあげると、すぐに色が変わるような感じになります。で、これ色を変えるときは、この一番終点のところ、点のところを選択した状態で、カラーピッカーで色を変えてあげる。で、こんな感じで逆の方もそうですね。丸がね、打ってあるので、そこを選択した状態で、色を変えてあげる。で、この中間に色を入れてあげたいときは、線の上でポチッとしてあげると点が現れるので、この状態でまた色を変えると、3色のグラデーションにすることとかもできます。
もちろんこの点をね、たくさんバーって打ったら、なんかすごいレインボーみたいなのもできます。はい。ということで、こんな感じで完成にしたいと思います。今日はね、簡単にツールの使い方と、あとはジェスチャーですね。2本指タップとか、複製のやり方とか、あとはグラデーションと、あとは結合のやり方とかね、いろいろ紹介したんですけど、一回ね、皆さん試してみてください。見てるのとやるのとでは全然違うんで、ぜひ皆さん一回試してみてください。それからね、徐々に、レベルを上げていきたいなと思ってます。みんな、ついてきてね。はい。ということで以上にしたいんですけど、おかげさまでチャンネル登録者が2万人を達成しました。皆さんありがとうございます。正直ね、こんなに早く2万人に行くと思ってなかったので、もうなんかめっちゃびっくりしてるんですけど、皆さんがいつも見てね、コメントとかしてくれてるおかげで私も頑張れてるので、これからもね、一生懸命頑張っていきたいと思います。で、3万人ぐらい超えたら、なんかちょっと面白いことやってみたいなと思ってるんですけど、それが何かまだちょっと思いついてないんですけど、何しようかな。なんかライブとかやってみますライブやろうかな。なんか誰か企画考えてって感じなんですけど、なんかいいアイデアあったらぜひお待ちしてます。で、そういうことなんで、まだチャンネル登録してない人はですね、ぜひポチッとしてもらえると嬉しいです。で、あとですね、この動画が役に立ったら、ぜひね、いいねボタンもよろしくお願いします。はい。ということで、今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。